皆さんこんにちは。ノマドなチャンネルです。前回の動画で紹介した通り、42時間のフライトを終え、ようやくここにたどり着きました。これからイースター島を3泊4日で観光します。今回の動画ではその様子をお届けするので、ぜひ最後までご覧ください。空港に出る前、荷物検査がありました。どうやら野菜等は持ち込めないようになっているみたいです。外に出るとお迎えの人で溢れています。ホテルによっては送迎がついているところもあるみたいです。僕は荷物が少ないですし、何よりちょっと歩いてみたかったのでお迎えは頼みませんでした。ここから宿へは歩いて20分ぐらいです。空港から一歩出るとこんな感じ。ローカル感が満載です。空港のそばとはとても思えません。20分ぐらいで宿に到着。全く遠いとは感じませんでしたが、荷物があると大変かもしれません。部屋はこんな感じ。広くはないですが寝るには十分です。ホテルによっては Wi-Fi が弱いところもあるみたいなのですが、ここのは全然大丈夫でした。水回りもまあまあ大丈夫なレベルです。ただシャワーのお湯がちょっと出にくかったことだけがマイナスポイントです。部屋の横には共有キッチン。僕は使えませんでしたが自炊もできるみたいです。長時間フライトを終えた後なのですが、このまま部屋にいると寝てしまいそうなので、ちょっと散歩したいと思います。こんな近代的な見た目のスーパーもありました。海まではホテルから歩いて5分ほど。リゾート感が出てまいりました。こんな整備されたグラウンドもありました。と思ったらこんなところで第一モアイを発見。こんな街中にも置いてあるんですね。そんなモアイの横を馬が通ります。ちょうどランチ時なのでこのお店に入ってみたいと思います。どうやらバーとレストランを半分半分にしたような場所。セビーチが有名なようなので頼んでみます。ビールは地元のローカルビールマヒナビア。これこの島で作っているみたいです。後日このブルワリーにも行ってみます。チリペソは暴落しているみたいなのですが、物価はそんなに安くありません。そして出てきたのがこのボリューム。とんでもない量です。これ一人前ですよ。後からわかることなのですが、この島で食べる料理はどれも量がかなり多かったです。肝心のセビーチはというと、ちょっと酸っぱい味付けでどんどん食が進みます。野菜がいっぱい乗っているのも非常に満足度が高かったです。島には ATM もちゃんとありますし、カードもどのレストランでも使えました。直後にコーヒーをと思ったのですが、どうやらこのお店は閉まっているみたいです。ユニシダードと書いてあるので市役所的なものでしょうか。ローカルスーパーで物価調査。ファンタが 1.5 リットル6本入りで7490ペソ、1300円程度です。もっと驚いたのはこちらのコーナー。タバスコが3500ペソ610円。こっちのケチャップはなんと6950ペソ1211円です。水とコーラで775円。こちらはちょっとだけ高いかなという感じでしょうか。部屋に戻った後は爆睡してしまいました。ということでちょっと真っ暗なのですが、夜ご飯の調達に行きたいと思います。こんな時間でも繁華街のお店はちゃんと開いていました。そこまでお腹が空いているわけでもないので、このエンパナーダを一つ買いたいと思います。その後は隣の商店でビール探し。パッと手に取って買ったビールなのですが、そこそこ美味しかったです。値段もそんなに高くありません。
後からわかることなのですが、この島で一番安い食べ物はエンパナーダです。一個一個も大きくてすごくお腹にたまります。はい、2日目の朝です。今日はツアーに参加するので、まずは朝ごはんを買いに行きます。そんなに時間もないので、昨日のパン屋にやってまいりました。朝からラテン系の対応、とっても陽気です。昨日とは中身の違うほうれん草とチーズのエンパナーダ。こちらはオーソドックスなチーズとサラミのサンドイッチ。どっちも大きくて2つ食べたらお腹いっぱいです。10時半頃にホテルにお迎えが来ましたので、この車に乗ってツアーに参加します。まずは素晴らしく綺麗な海岸線を走って最初の目的地へ向かいます。最初のポイントは昔の暮らしの跡が残っているところ。もちろんここはレプリカですが、中には本当に残っているところもあるようです。こちらは昔使われていたかまど。そしてこちら側にあるのはなんと食料庫。上から見ると確かに中に食物を貯蔵できるようになっています。そしてこちらは昔の住居の様子。入り口が低くなっているのは中から侵入者を撃退しやすくするためだそうです。そして目の前に現れたのは倒されたままのモアイ。実は私たちがよく想像するモアイは発見後に起き上がらせたものがほとんどだそうです。ちなみに現在分かっているだけで約800体のモアイがあるという説明がありました。こちらはモアイの頭の上に乗る帽子。これだけで相当な重量があるので、モアイが耐えきれず落ちてしまうこともあるみたいです。そしてこれは珍しい顔だけのモアイ。と思ったらこんな手がついたモアイもありました。こちらが今回のツアーのガイドさん。昨日新品の iPhone を落として割ったとのことでちょっと元気がなかったですが、英語で細かく説明してくださいました。ちなみにこういったエリアへの立ち入りは専属ガイドのアテンドが必須です。なお、島内でも新品の iPhone を購入することは可能だそうです。こうして見られるモアイたちは体のほとんどが地中に埋まっていることがよくわかります。そしてこちらがここの見どころ、モアイの石切り場です。こうして見ると、ちゃんとモアイの形になっていることがよくわかります。ここは岩盤が硬すぎて途中で断念してしまったとのこと。そしてこちらがとても珍しい手足がついたモアイ。どうやらとても初期のものらしいです。そしてこちらがイースター島で一番有名であろうアフ・トンガ歴というポイントになります。そしてこちらのモアイは日本企業の協力によって修復されたことで有名です。いやー、意外とイースター島と日本の関係ってあるんですね。見てください、この光景。青い空に映えるモアイたち。これを見るためにここまで来た甲斐がありました。後ろ側から見るとこんな感じ。よく見ると首のあたりに補修の跡が見られます。ツアーの途中で休憩がありました。ここは結構賑わっている様子。とはいえ朝パンを食べ過ぎてお腹がいっぱいなのでコーラのみ。こうして見ると本当にどこかのリゾートのような感じがします。ここには帽子をかぶったモアイたちが並んでいました。お昼ご飯を食べていないのでお腹が空きました。今日はこちらのレストランに行きたいと思います。中はこじんまりとしているけどリゾート感あふれる内装。シーフードが有名だけど肉料理もいろいろ揃っているようです。
とりあえず一日中歩き続けて喉がカラカラなので、まずはマヒナビア。これペールエールにしては結構ちゃんとした苦味があって、僕好みでかなり美味しかったです。Google マップの評価でポテトが美味しいと書いてあったので頼んだらこの致死量。これでも S サイズとのこと。いや、2回ぐらい聞き直したけど、これが S サイズのようです。そしてこちらがメインのツナステーキ。これもえげつない量です。なんと2枚入ってます。トマトベースのさっぱりしたソースがかかっていて、見た目ほどそんなにしつこい味ではなかったです。こちらは肉とチーズがポテトに乗った料理。ビールにはよく合いますが、やっぱりとんでもない量です。食べ終わるとなんか夕焼けがすごいのでちょっと海まで出てみます。夕焼けをバックにモアイ。いやー、イースターって感じの光景ですね。今日は朝からすごい雨です。天気予報がもともと良くなかったから昨日ツアーにしておいて正解でした。そして朝ごはんはいつものエンパナーダ。今日はこちらのお店に行ってみます。口コミ通りとんでもない大きさのエンパナーダ。中にはチキンのほぐし身がぎっしり詰まっています。ちょっとだけ天気が回復してきたので歩いて博物館に行ってみようと思います。道中はさながらジャングルのようで、本当にこの先に博物館があるのかちょっと心配になります。こちらがラパヌイ博物館。入場料は無料です。入り口には日本語表記もありました。で、先に言っておきますが、ここ本当に来てよかったです。こちら、ハワイ、ニュージーランド、イースター島を囲んだ三角形がいわゆるポリネシア地域。こういうこともあって、ハワイとイースター島は同じイオラナという挨拶を使っているということがよくわかります。今のソロモン、トンガあたりのメラネシアと言われる地域からこのような船で昔イースター島に渡ってきたそうです。そしてこちらは昨日石切り場で見たモアイ採掘の様子。まずはモアイの形に仕上げていって、背中側に丸太のようなものを敷いて、最後に切り出していくという工程です。持ち上げるのは相当大変だったと思います。そしてこちらはモアイの運搬に関するいくつかの仮説。なんかこういうの昔話題に上がりましたよね。ガイドの説明では両側から縄で交互に引っ張るという説明がありましたが、この博物館では未だ確証はないと書いてありました。最大のモアイは21.6メートル。一方、最小のモアイはなんと1.13メートルだそうです。ここはちょっと外れにありますが、来て損はないところだと思います。この博物館のそばにはガイドなしで見られるモアイ群があります。こちらは珍しい目玉が書いてあるモアイ。そして奥にはなんと頭が欠けてしまったモアイもあります。さて博物館を後にして次はマヒナビアのブルワリに行ってみたいと思います。そもそもこの島でビールを作っていること自体結構すごいなと思ったのですが、はい、ありました。小さいながらにおしゃれなブルワリーです。結構こじんまりしていて、今日のスタッフはなんと1名。中はこんな感じ。ここではタップビアも飲めるみたいです。ビールはペールエール、APA、ポーターの3種類。ここから勝手に入れてっていいよとのことだったので、
グラスにビールを注がせていただきます。今回は APA をチョイス。ペールエールよりさらにガツンとくる苦味だけど後味は結構フルーティーです。このグラス買って持って帰りたかったけど割れ物なので諦めました。1杯だけにしようと思ったけど2杯目も注がれてしまったので開けて帰ります。お次はこちら。お土産市場的な場所みたいです。中には大小さまざまなモアイグッズがずらり。ただもう閉まってしまっている店もあるみたいです。せっかくここに来たので石彫りの小さなモアイを購入。今日は昨日ほどの夕焼けは見られなそうです。残念。今日はこちらのフードトラックが集まるエリアで晩ご飯を探したいと思います。ということで今日はハンバーガーをチョイス。こちらもかなり大きいダブルパティの食べ応えがあるバーガーです。バーベキューソースの味付けがとっても美味しいバーガーでした。早朝かなりの豪雨で目が覚めました。今日のフライト大丈夫でしょうかと思ったら起きた頃には一応回復しているみたいでした。フライトは午後なので最後のランチを探しに海辺へ向かいます。ということで最後のランチはこちらカナハウレストランに行ってみたいと思います。目の前が海ということでロケーションは最高。メニューはシーフード中心のセレクションです。最終日だから許してっていうことで一杯だけ昼からマヒナビール。お通しにはこの揚げたチップスみたいなものが出てきました。そして頼んだのはこちらシーフードリゾット。動画で伝わるか分かりませんがエビ、イカなどのシーフードがゴロゴロ入ってます。上に乗ったチーズとシーフードの出汁が合わさって超濃厚。ということであっという間の3泊4日イースター島観光でした。この後はサンティアゴに戻って1泊します。ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。次の動画もよろしくお願いいたします。My mama told me don't talk to people you haven't met. I guess my mama